ごきげんよう、日本画家の諸星美希です。皆さん、岩絵の具って混ぜてみます？いつもそのまんまで塗ったりします？どうですか？例えばですよ、これ天然の白録、綺麗でしょ？それと岩桃、かわいいでしょ？これ混ぜたら何色になるかわかりますか？今日はそんな話をしてみたいと思います。その前に自己紹介をさせてください。私は日展会員の日本画家です。日頃は動物画を描いております。大阪芸術大学で日本画コースで客員教授をいたしております。もしこのチャンネルがいいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そうなんですよ。今日は混色の話。先ほどこの2色を出しましたが、ご存知の方もいるかと思いますけれど、これを混ぜると、じゃーん、この色、わかります？グレーになるんですよ。すごいでしょ？ね、なんか想像ね、意外とできないんですよね。分量で言ったら、ちょっと、グリーンよりもピンクの方がちょっと多めかな。さっきの色だったら。はい、多めに入れると先ほどの色になる。で、かといってこの緑を多めに入れると、ちょっと緑がかった綺麗なグレーになるんですよね。なんかそんなこと。で、今はちょっと岩絵の具でね、お話ししましたが、私、いろんな作家さんいるので、邪道だよっておっしゃられる方もいらっしゃるかもしれませんが、そうですね、私の絵に関しては、水筆ですとか、胡粉とか岩絵の具も、国境なきで混ぜます。オリジナルで混ぜて、で絵の具屋さんにね並ばないような形でちょっとそうですね塗ってますかね。特に背景色は間違いなく毎回混色をしていて、それを何か特別に取っとくってことはないので、もう一回だいたい似たような色はできるんですけれど、全く同じっていうのはねちょっとできないんですね。その時その時に毎回混色をちょっとずつ量を変えているので、何グラムとかも測ってないんで、自分の肌感で混ぜてるので、ちょっとねそこら辺はちょっとこれをどのぐらいっていうのは言えないんですけれど、皆さんも何かちょっと、方法で言ったら補色とかはダメですよ。補色とかはあんまりちょっと濁っちゃうんでダメですけれど、これを混ぜたら綺麗になるんじゃないかなって色を見つけられたら、3色ぐらいはね、基本的に3色以上混ぜると濁っていくんですけれど、3色ぐらいまでならばちょっと面白いオリジナルの色ができますね。で、当然粒子がありますでしょ。一番細いのは白ね、白って書いて白って言いましたよね。なんで、それこそ9番と12番とかね、なんか全然色違うじゃないですか。それ混ぜたとしてもにかわと水が入りますよね。そしたら沈殿するじゃないですか。ある程度粒子なんで。その時に混ぜながらたっぷり作って混ぜながら、混ぜて刷毛引いたりもするわけですよ。ね、いい感じでこう筆でバーッと混ぜてスッといく、そんな方法をとってますかね。なんかね、よくいろんなね方とお目にかかった時に、どこで絵の具を買っているんだとか、この色は何色って言うんだとかっていうことをそうですね、一般の方に聞かれることもあるんですけど、意外と同業者というか絵描き同士でね、そういう話題になったりすることがあるんですね。それで私のはだいたい答えられずに、混色なんです、混ぜてるんです毎回とかって言っ
で、それじゃあ真似できないなっていうことがあってですね。で、基本的にね、この間水平に絵の具とか5分ですか、5分の話したと思いますけれど、5分とかは京都のね、彩雲堂さんで買わせていただいてて、で、こういう岩絵の具系は全部宝光堂さん、京都のね、宝光堂さんで、なんです。私の絵の具棚に並んでるのはほとんど、宝光堂さんと彩雲堂さんの絵の具がずらーっていう感じですかね。これも割と学生の時からで、はい。で、なんでそういう風にしてたかっていうのは、やっぱり竹内浩一先生の絵に憧れてたので、ちょっとやっぱり技術的に全然今も下手なんですけど、ちょっとでも習得したくて、少し先生の技法書みたいなので、どういう風に混ぜてるんだとか、どういう風なで塗り方をしてるのかみたいなのを、ちょっと割とそういうものからヒントもらっていたので、それで先生は宝光堂さんの絵の具と彩雲堂さんの絵の具使ってるみたいだったので、それでずっと買わせていただいてたとこあるんですね。でもね、ほんと綺麗なんですよ。ね。なんか、そうですね。なんかこんな話面白いかどうかわかんないですけど、私は結婚をしてるんですけど、まだ主人と、そうですね、学生時代に大学生の時に付き合っていた時にですよ、なんかクリスマスプレゼントとかで送るじゃないですか、そういうのね。で、何がいいか欲しいかって言われたので、主人にね、宝光堂に行ってほしいって言ったことがあって、宝光堂で、これ、10両と、これ20両とかって買ったんですよ。そしたら、なんかその頃はね、まだ結婚するかどうかもわからないね、お付き合いしてる頃だから、いくらまでいいですかとか聞いてね、それで、厚かましくね、なんか、サンタクロースは宝光堂に行くんだなって言ってごまかして買ってもらったことあります。初めて言うかもしれません。そんなね、ことありましたね。はい。皆さんはね、買ってもらったりするですかね。なんかクリスマスだとか誕生日だとか言って、ね、宝光堂さんとかね、彩雲堂さんにも行きました。はけ買ってもらったりね。学生時代ですよ。私がまだ結婚してないお付き合いしてる時にですね、今の主人にね、本当にね、申し訳なかったです。ね、何ですか、指輪が欲しいとかね、ネックレスが欲しいなんてね、言わないんですよね。岩絵の具とか刷毛とかそういうものがね、ひたすら欲しかったです。そんな余談も入りましたが、ぜひね、皆さんもね、いろんな色を混ぜてみてください。なんか、もしちょっと試してみたかったら、ちょっと絵皿にちょっと取ってね、この色系もしあったら混ぜてみてください。綺麗なグレーできるんで、おすすめです。はい。すいません。なんか、こんな回でいいかどうかわからないんですが、コメントいただけたら嬉しいです。いいねもいただいたら小躍りするぐらい嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺りにいたしましょうか。それではまた。